日本がハワイ真珠湾を攻撃すると、枢軸陣営のドイツとイタリアもアメリカに対して宣戦布告しました。こうしてアジアの戦争とヨーロッパの戦争は連動し、日本、ドイツ、イタリアなどの枢軸国とアメリカ、イギリス、ソ連などの連合国が戦う第二次世界大戦が本格的に始まっていったのです。そんな中でヨーロッパ戦線に目を移してみると、ドイツは焦っていました。ぐずぐずしているとアメリカがやってくる、早くソ連を倒さなければ、そのように考えていたのです。しかしこの頃は冬の寒さにドイツの進軍が止まってしまい、ちょうどその時にソ連軍が反撃を開始しているところでした。しかもドイツはソ連の動きを察知できておらず、ソ連は完璧な奇襲を成功させます。この奇襲を受けてドイツ軍は混乱、前線は崩壊を始めていき、危険な状況に陥っていきます。期待以上の成果に有頂天になったスターリンは、今がチャンスだ、攻勢をかけてドイツ軍を壊滅させろと言って、ほとんど全戦線にわたっての攻撃を命じました。一方ドイツ側では将軍たちが、これはまずい、撤退すべきだと何度もヒトラーに助言しているところでした。しかしヒトラーはダメだの一点張り、決して撤退を許しません。この時ドイツに与えられていた情報から合理的に判断すると、将軍たちの意見に従って撤退すべき状況でしたが、ヒトラーは頑なに撤退を拒否したため、ドイツ軍は撤退することはなく、何としてでもその場に踏みとどまろうとしたのです。こうして独ソ戦で初めてソ連が攻撃側となり、ドイツ軍が防御の戦いを行っていきます。しかし疲弊しきったソ連軍にとってスターリンの要求は度を超えたものでした。徐々に奇襲の効果は弱まってきて、戦線は停滞、ドイツ軍は持ち直すことができたのです。ヒトラーからすると、この結果は将軍たちの言ったことが間違っていて、自分の言ったことが正しかったという結果になります。やはり自分の情勢判断は正しい、将軍たちよりも自分の方が優れている、その考えを強めたヒトラーは陸軍の最高司令官をクビにして、自らその役職に就き、直接陸軍を指揮するようになっていきます。そしてこれ以降ヒトラーは、無謀な戦いであろうと死ぬまで戦うべきだという考えに固執するようになり、一歩たりとも引くことを許さないという命令を出し続けるようになっていくのです。そんなヒトラーが次に注目したのは石油でした。ソ連の石油産出地は南方に集中しているため、ここを抑えてしまえばソ連軍は石油不足に陥るだろうと考えたのです。こうしてドイツはソ連の石油を遮断するための作戦を立てていきます。ということでヒトラーはまずドン川までを占領した後に、南部軍集団を2つに分け、片方を油田地帯に、もう片方をスターリングラードに向かわせるという作戦を考えました。スターリングラードを制圧すれば、ソ連中枢部への石油輸送ルートとなっているボルガ川の水運を遮断することができるため、サブの目標としてスターリングラードの名前が挙がってきたのです。当時のスターリンは、ドイツはモスクワに攻めてくるだろうと考えていたため、軍勢の多くはモスクワに集中しています。南方でドイツ軍が攻撃しているのを見ても、南方の攻撃はおとりだ、ドイツはモスクワに攻めてくるという考えを変えることはなかったため、ドイツの作戦は順調に進んでいき、ドン川までを占領、予定通り軍集団は2つに分かれていきます。この頃になってスターリンはようやく事態を認識し、ドイツの狙いはモスクワじゃない、このままではまずい、とにかく撤退しろ、そのように命令しました。土地を明け渡して時間を稼ぐ作戦に出たのです。しかし撤退するのにも限界があります。これ以上の撤退はもはや祖国を失うのと同じだ。そう考えたスターリンは態度を反転、一歩たりとも引くなと命令した上に、パニックを引き起こすやから臆病者はその場で直ちに射殺せよという命令を出します。この命令により進軍するソ連兵の後ろには機関銃が置かれ、もしも後退した兵がいれば射殺するということが行われていったのです。一方この時のヒトラーは東へと下がっていくソ連軍を見て、ついにソ連軍は崩壊した、もう敵はいなくなったと思い込んでいました。ということでヒトラーは作戦を変更、水運を遮断するだけの予定だったスターリングラードを陥落させて占領しようとし始めます。しかし先ほど言った通り、ソ連軍は壊滅したわけではなく、戦略的撤退をしていただけです。彼らは東に疎開させた工場で武器や弾薬を製造したり、アメリカからの支援を受けたりして、新しい部隊を次々と編成し、反撃の準備を整えていきました。そのような情報はヒトラーの耳にも入っていましたが、ソ連軍は崩壊したんだからそんなわけがない、それはスターリンが流した嘘の情報に決まっていると
鼻で笑って信用しませんでした。そしてとうとうドイツ軍は狙っていた油田に到着。ところがソ連軍は撤退する際に施設を破壊していたため、燃料を使い果たしたドイツ軍は身動きが取れなくなってしまいました。こうして行き詰まったドイツ軍の目はスターリングラードに向けられるようになっていきますが、当初メインの作戦は石油の確保だったため、こちらの方に軍勢を割いていました。よってスターリングラードの軍勢は少なく、正面攻撃をするしかない状況です。対するソ連軍は大軍勢を動員しており、一旦スターリングラードをドイツ軍に譲ってからそれを包囲する作戦を考えていたのです。そんなことも知らずにヒトラーはスターリングラードの占領を開始。まずは空軍によって猛烈な空爆を実施して、ほとんど瓦礫の街となったスターリングラードにドイツ軍が入っていき、市街戦が開始されていきます。軍勢が少なかったドイツ軍は周囲を同盟国の混成部隊で固めていたのに対して、ソ連軍は市街地で反撃を繰り返し、ドイツ軍主力が市街地から出ないように引きつけていきました。この市街戦では一部屋一部屋を取り合っていくというほどの近距離での戦いとなり、1日をかけて数メートル前進するような戦いが行われていきます。こうしてドイツ軍を市街地に引きつけたソ連軍はついに大反撃を開始しました。ソ連軍が狙ったのは南北に配置されているドイツ同盟国の軍勢。これらの軍勢はドイツの兵よりも訓練されておらず、ソ連の強力な戦車部隊の前にたちまち撃破されていきました。その後ソ連軍はドイツ軍の包囲を開始。さすがのヒトラーも慌てましたが、依然として持ち場を死守するようにという命令を変えることはなく、救出部隊を向かわせることにしました。こうしてドイツ軍は完全に包囲され孤立してしまったのです。こうなると包囲されたドイツ軍は持久戦です。空から運ばれてくる物資を頼りに持ち場を守り、救援部隊の到着を待つようになっていきます。しかしソ連軍も防空体制を構築していたし、冬の吹雪や悪天候も影響してほとんど空輸はできませんでした。当然包囲された軍勢はどんどん痩せ細っていき、駆けつけた救援部隊も必死で包囲網を解除しようとしましたが、続々とやってくるソ連軍の増援の前に救援作戦は失敗。包囲されたドイツ軍は脱出もできないし補給もないという絶望的な状況に陥っていったのです。こうしてスターリングラードの陥落が時間の問題となる中で、ソ連軍は第2段階の攻撃を開始。西へと進んで南方にいるドイツ軍を包囲し、彼らを殲滅しようとする作戦でした。このままでは南方のドイツ軍は崩壊してしまいます。さすがのヒトラーもここはやむなく撤退を命令しましたが、スターリングラードに取り残されたドイツ軍には自由な行動を認めておらず、ソ連軍から降伏を勧告されてもそれを許すことはなかったのです。そしてとうとうソ連軍は最後の猛攻を開始して包囲網を徐々に狭めていきました。包囲網の輪の中に大砲の弾が撃ち込まれ、たくさんの戦車が突進していきます。包囲されていたドイツ軍も必死に抵抗しましたが、もうどうしようもありませんでした。ヒトラーは包囲されているドイツ軍の指揮官に対して、君を元帥へ昇格させる。ドイツでは元帥が捕虜になった例はないと伝えました。要するに、お前は元帥になったんだから捕虜になることは許されない。死ぬまで戦って捕虜になるくらいなら自害しろという命令です。こうして完全に希望を失ったドイツ軍はヒトラーの命令を守ることなく降伏。スターリングラードの戦いは半年以上の激闘を制してソ連軍の勝利に終わりました。この戦いにより第二次世界大戦の形勢は逆転し、前線はどんどん西へと移動。一度はそれに反撃したものの、戦争の天才ともてはやされていたヒトラーのカリスマ性は次第に揺るがされていくことになりました。